私の夫はハーバード大卒のエリートなのよ。あんたみたいな中卒の貧乏人が来るような結婚式じゃないのよ。金輪際、私の夫に近づかないでね。バカが感染しちゃうから。会社の部下の結婚式に出席すると、同級生の新婦から中卒の貧乏人と罵られた。私が黙って耐えていると、彼女はさらに続けた。つうかさ、貧乏くさいんだよ、さっきからさ。もう、帰った。し。彼女は私に向かってハエを追い払うような仕草をした。すると、その時、新郎が真っ赤な顔をしてやってきた。お前、なんてこと言うんだ。彼女はな。新郎の衝撃的な言葉に彼女は顔を真っ青にさせるのだった。私の名前は野沢かな子。周りと少し違うところは母子家庭で育ったことぐらいだ。物心つく前に父が何らかの理由で母と離婚してしまったらしく、私は父親の顔を全く覚えていなかった。それどころかわずかに思い出せる子供の時の記憶には父親が全くいない。それほど私が小さい時に父親と母親は別れてしまったようだ。私には弟と妹がいる。母は仕事を掛け持ちしていて、ほとんど家に帰らなかったため、代わりに私が面倒を見ていた。二人はとても頭のいい子たちで、母親が働きに出て家に帰ってこないことをしょうがないことと寂しいなんて言わずに我慢してくれていた。そんな子供の心情を母も知っているからなのか、仕事を早く終わらせて私たちのために早めに帰ってくるように努めていた。だが高校生になって私は理解する。母はかなり無理をしていた。友達のお母さんと比べて痩せ細り、母のご飯の回数は仕事で忙しくて1日1回なんて当たり前。家に帰れば睡眠時間を削って家事をしてくれる。お母さん、少しは休んでほしい。でも、お母さんが働かないとお金が。弟と妹にも苦労させたくない。どうしたらいいのか、うだうだと考えている日々が続いていた私だったが、学校にとある張り紙が貼られていて、私は思いついた。そうだよ、私が働けばいいじゃん。そう、求人募集の張り紙だ。ありがたいことに母は私を高校まで行かせてくれた。中卒よりも高卒の方が求人は多く、おかげで働くことのできる範囲が広がっていた。これがきっかけで私は卒業してすぐに働くことを決意する。お金を稼いで幸せになる。そう意気込んでいた。だが一部の同級生からは私が一生懸命に就活をする様子を見てからかわれるようになってしまった。母子家庭だったことは別に隠すようなことじゃないと思って話していたのだが、それが拍車をかけていた。母子家庭の貧乏人廊下で後ろから笑われる。振り向けば同級生の一人、ゆずがいた。いいね。母子家庭の貧乏人さんは勉強しなくていいから。ゆずが言うと、周囲もそれに対して一緒にクスクスと笑う。この時に言い返せればよかったのに、と今でも思う。でも私は何人もの人が私に向ける悪意に怖さが勝ってしまって何も言い返せずにいた。そんな私に掃除用具をゆずは投げつける。突然だったので避けられずに足にほうきが当たってしまった。いた。掃除しておいてね。私たちかな子と違って勉強しなきゃいけないし。バケツや雑巾も投げつけられて、結局掃除を押し付けられる。そんな日々が続いていた。ある時、家に帰ると珍しく母が仕事から帰ってきている。私の顔を見るなり心配そうな顔で私に話しかける。かな子、大丈夫？何かあったの？話してごらん。優しい母の言葉に私は涙が出そうになった。でも疲れて帰ってきて家事をしている母を見ると泣いてなんかいられなかった。大丈夫。少し就活が大変なだけ。かな子、大学に行きたいんだったら心配しなくていいのよ。当てがあるから無理に働かなくたって。私働きたいの。大学あんまり好きじゃないから。
母は追求したり理由を聞いたりはしなかった。私のやりたいようにしなさいと言ってくれる。当てがある。そんな嘘までつかなくても、当てがあったらそもそもお母さんがあんなにたくさん働くこともないもの。数日後、家で一緒に台所にいた時だった。さっきまで一緒に話をしていた母が、私と弟、妹の目の前で倒れてしまう。栄養不足と過労だった。母は仕事が忙しく、休む暇もなかったため、体がどんどん悲鳴を上げていたらしい。あちこち痛む体に鞭を打ち、我慢をして働いていたため、ついに体が限界を迎えたのだ。ごめんね、ごめんね、かなこ。母は病院でずっと私に謝ってくる。お母さん悪くないよ。私が決めたことだもん。でも、中退だなんて。そう、私は母に代わって働くために高校を中退することにしたのだ。母が入院している間はお金が稼げない。だが母がまた倒れてしまったら。そう考えて私は卒業を待たずに働くことに決めたのだ。大丈夫、すぐに見つけるから。そう母の前では意気込んだものの、家に帰ると不安でいっぱいだった。どうしよう、中卒で雇ってくれるところなんて。実は切羽詰まっていた。高卒でないと就職できる会社が一気に狭くなる上に、家族4人分の生活費を稼げる仕事なんてすぐ見つかりっこない。掛け持ちが大丈夫な仕事をとにもかくにも見つけないと。そう思っていた時だった。学校から電話があり、担任から呼び出しを受けた。翌日に学校へ向かうと案内されたのは教室や職員室ではなく会議室だった。失礼します。そこには落ち着いた雰囲気の一人の男性がいた。勧められるがまま椅子に座って何もわからずに説明が始まる。かなこさん、こちら経営会社の社長さんなの。はじめまして。元気でいい子だね。経営会社の社長やってます。こちらどうぞ。社長さんが名刺を渡してくれる。本で見た名刺の受け取り方を思い出しながらカチカチの動きで名刺を受け取る。いただいた名刺を見ると誰でも知っている大手の会社だった。実は君の話を聞いてね。ありがとうございます。君を私の会社にお誘いしたいんだが。何度も驚いてしまう私。目の前の男性は驚いて目をまん丸くする私を見て優しく笑った。どうかな？ぜひよろしくお願いします。なんと学校に大手企業の社長が訪ねてきて私を採用してくれたのだ。こんなチャンス逃すわけにいかない。なぜ社長が私を雇ってくれるのかわからなかったが、働き口を探していた私には藁にもすがるような思いですぐに首を縦に振った。こうして私は高校を中退するとともに大手会社に勤務することになったのだ。1ヶ月後、社長に拾ってもらうようにして大手企業で働き始めた私。慣れないことばかりで仕事を覚えるのにだいぶ苦労している。高卒中退で中卒を採用することはとても珍しかったようで、陰では社長の愛人などと陰口を吐かれていた。でもここでやっていけなかったら掛け持ちアルバイトしなきゃいけなくなる。そしたら4人での生活を守れない。ただでさえ母の体調が完全に戻らないでいるのに、アルバイトになんてなってしまったら生活できなくなってしまう。私は必死に耐えた。野沢さん、悪いけどこれやってくれる？はい、ただいま。野沢さん、こっちもよろしく。はい、すぐ取り掛かります。野沢さん、コピー、これ午後までに30部取っといて、整理しておいてくれる？会議室に運んでおいてくれればいいから。了解しました。先輩も同僚も耐える私など気にもせず、仕事も雑用も押し付ける。私は常に陰口と生活の不安と戦いながらがむしゃらに働いていた。人が嫌がる仕事も進んでやるようにした。とにかくこのチャンスを逃したら後がない。私は死に物狂いで毎日会社に通った。数年後、こっちの書類はこっち、これはあっちで、よし、今日は早く終わった。
息を大きく吐いて仕事が一段落する。書類整理もだいぶ手慣れた。数年もすればさすがに仕事が早くなってくる。野沢さんか？あ、社長、お疲れ様です。会議室を出ようとしていると、社長が私に声をかけてきた。どうやら次の会議には社長も参加するようだ。お疲れ様。野沢さんも最近頑張ってくれてるらしいね。社員が君のことを褒めてたよ。本当ですか？ありがとうございます。やっぱり君を採用してよかった。私は社長に褒められたことで認められたような気がして嬉しくなった。数年経った今、周りがだんだんと私の頑張りを認めてくれている。そして数年後、私は会社で課長になれた。努力を重ねた結果、周りからも信頼を勝ち取ることができ、今の地位につけた。今まではがむしゃらに家族のために働いてきた。でも今はずっと雇ってくれた会社に恩を返すために一生懸命に働いていた。そんな時、社長から呼ばれた。社長、失礼いたします。野沢さん、いらっしゃい。今日は話があって。どうぞ座って。はい。数年経ってもほとんど変わらない社長室の椅子に私は座る。話とは、実は一つの会社を野沢さんに任せたいんだ。大きな驚きの声を上げてしまう。自分なんかが、野沢さんだからこそだ。社長は真剣な目で私を見つめる。その会社は野沢さんのような家庭、シングルマザーを助ける会社なんだ。女性のための会社なんだ。話を聞くと、シングルマザーを積極的に採用し、女性の力になりたいという人が集まった会社だそうだ。野沢さんみたいに大変なことを身をもって経験している君だからこそ、社長を任せたい。私は不安でいっぱいになった。私なんかがやれるだろうか。だが社長は私の言葉をゆっくり待ってくれる。やります。やらせてください。こうして私は一つの会社を任せてもらえることになった。私が任された会社は社長の言う通り女性が働きやすい会社だった。それでも私の中で改善点をいくつか見つけてどんどん改革を進めていく。シングルマザーを積極的に正社員として採用し、会社の中には託児所や学童を創設。子供が見られる保育士を必ず1日に1人はいるようにした。産休と育休を充実させて、子供がいてもキャリアを続けられる正社員としての社会保障と給与を充実させた会社。私の理想だった会社がどんどん出来上がっていた。そして私が社長になったことで従業員たちのモチベーションも上がっていく。ここの社長、女性のこと本当に分かってくれるわよね。わかる。めっちゃ働きやすい。休憩室でこそっと聞こえてきた従業員同士の会話。私のことを話してくれていた。どうやら自分たちのことを理解してくれる社長だと言ってくれているようだった。この従業員たちのモチベーションが上がることで会社の一体感が生まれたのか、業績はうなぎ登り。本社の社長からは素晴らしいの一言がもらえた。そんな時、本社から一人の男性社員が出向してきた。はじめまして、相沢誠と申します。今日からこちらでお世話になることになりました。よろしくお願いします。とても丁寧な挨拶だった。雰囲気も上品な男性で好印象を持つ。ただでさえ女性が多い職場だ。年頃の男性が異動となれば噂話に花が咲く。ねえ彼、ハーバード大卒だって。嘘でしょ？すっご。私初めてハーバード大卒の人見たわ。しかも独身だよ。相沢さんの物腰の柔らかさとコミュ力があればすぐにこの会社でも人気者になるだろう。私はそう思っていた。だが数日経って一人でいる時の相沢さんの顔が暗いことに気づく。人と話している時はニコニコしているのだが、一人でいる時には暗い顔をしている。どうしたんだろう？大丈夫かしら？でも男性は男性で悩みがあるだろうし。
私は悩んでいたが、日に日に辛そうな顔に変わっていく相沢さんを見てしまう。ついに私は相沢さんに声をかけた。相沢さん、ちょっと今大丈夫？あ、はい。二人になってから私は話を聞くことに。すみません、何かミスを。あ、違うの。最近あなたの元気がないような気がして。大丈夫？相沢さんの言葉が詰まる。話そうか悩んでいるようだった。ごめんなさい。プライベートなことだったら話さなくても大丈夫なの。ただ、社長としても人としても、やっぱり辛い顔をしている時が気になっちゃって、仕事が多かったかしら？それとも大変なお仕事があった？仕事関係で何かあったら遠慮なく言ってね。できるだけ刺激をしないように喋りかけた。相手のプライドを傷つけないような言い方を頑張って探しながら話す私に、相沢さんは分かってくれたのか、頭を軽く下げてぽつりぽつりと話し始めてくれる。実はプレッシャーがあって。プレッシャー？たまに仕事でうまくいかないと頭がいいのに仕事ができないって、ハーバード大なんて嘘だろとか、なんだかそう言われちゃうとショックで、ストレスで。そう。俺、小さい頃からずっとそうだったんです。俺の家、こう言っちゃなんですが、親父が社長でお金に困らない家だったんです。だから、お金目当てですり寄ってきた人が大勢いたんです。昔からずっと肩書きやお金で見られているようで、会社に入ったら実力でみんな判断してくれると思ったんですけど、やっぱりここでも同じような感じで、誰も俺のことなんか見てくれてないんですよ。そう思ったら、俺って何なんだろうって。相沢さんは涙こそ出ていないが、鼻をすすりながら私に顔を見せないようにそっぽを向いた。少し泣きそうだった。そんな相沢さんに私も少しうるっときてしまう。持っている人は持っている人なりの悩みがあるのね。大丈夫よ。そんなこと勝手に言わせておきなさい。あなたはあなたよ。はい。私もね、いろいろ言われたわ。会社に入った時よ。社長がですか？ええ。あなたは社長の息子だったわよね。はい。私は母子家庭で貧乏人だったの。相沢さんを見て、私も少しだけ昔話をする。だが、昨日のことのようにスラスラと話せた。母が倒れて高校を退学したわ。それも会社でずっと噂されて。最初はずっと使えないって何度も言われたの。今の時代に高校を中退した人間なんてって。社長の愛人なんて言われたこともあったわ。社長はその時にどうしたんですか？がむしゃらに働いたわ。働いて。だって私、その時はお金が大好きだったもの。なんてね。ふふ。言わせたいやつには言わせておけばいいのよ。今に見てろってね。冗談交じりに身振り手振りを使って相沢さんを元気づけてみる。相沢さんを本当に元気づけられているのかは相沢さん本人しかわからないが、私は面白おかしく話しながら相沢さんの心にできるだけ寄り添った。話していくうちにだんだん相沢さんの顔が明るくなっていく。なんだか社長と話してたら元気が出てきました。なんて言ったって高校中退ですから、貧乏の叩き上げよ。ははは。こうして相沢さんと話した翌日、相沢さんは人が変わったように明るくなる。くしゃくしゃの笑顔で話し、仕事にミスがあってもすぐに対応策を練れるように、心配していた周りとのコミュニケーションもだんだんと良くなっていった。相沢さん、元気になってる。よかった。一人でいる時の相沢さんは鼻歌まで聞こえてくるようになった。社員の一人を救えたようで、私は嬉しかった。そしてその日を境に相沢さんの仕事が順調に進むようになったのだ。こちらの会社に来てたったの半年で、その頑張りが認められ、本社に異動が決定となる。自分のことのように嬉しかった。野沢社長。あら、相沢さん、お疲れ様。社長、本当にありがとうございました。明日からは本社になります。本当に、ここまで来れたのは社長のおかげです。
もう何言ってるの。あなたが頑張ったからよ。謙遜しなくてもいいの。頑張ったんだから胸を張って本社に行きなさい。はい。あと、実は。相沢さんが私に一つの手紙を渡す。見た目でそれが何なのかすぐに分かった。実は今度結婚することになりました。ぜひ野沢社長にも結婚式に来てほしくて。もちろんよ。美味しいご飯楽しみにしてるわね。豪華なのご用意してお待ちしてます。そして迎えた結婚式当日。久しぶりに綺麗なドレスを着て結婚式に向かう。相沢さんが結婚か。どんな女性と結婚するのか見るの楽しみになっちゃうな。ワクワクしながら会場に到着する。社長の息子なのもあってか、大きな会場に綺麗で豪華な装飾。そして若い人から年配の人、幅広い年代の人が多くいた。会社関係の子もいて顔を合わせると、野沢社長も来てたんですね、と話すことがあった。野沢社長、来てくれてありがとうございます。相沢さん、綺麗な結婚式場ね。改めてご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。父も母も喜んでくれて、ちょっと豪華にしちゃいました。ご飯も美味しいので楽しんでいってくださいね。ええ、ありがとう。その時、遠くで相沢さんの名前が呼ばれた。ちょっとすみません。主役は忙しいわね。私はいいから行ってきて。はい、社長、また後で。結婚か。私もそろそろいい人見つけないとな。そんなことをのんきに思い、座る席を探していると、はあ？なんであんたがここに？と女性の金切り声がした。振り向くと、そこには同級生のゆずがいた。ゆずは真っ白なウェディングドレスを着ている。相沢さんの結婚相手は同級生のゆずだった。私を低学歴と罵っていたあのゆずだ。ドキッとして手に力が入る。あんた、あの貧乏人よね。なに？羨ましくて見に来ちゃったの？招待状送った覚えはないんだけど。相沢さんの会社関係で来たのよ。誠くんと同じ会社なの？うわ、最悪。ゆずが私のことを上から下まで吟味して嘲笑うように言った。あんたさ、相変わらず貧相な顔してるわね。興ざめしちゃう。せっかくの晴れ舞台にこんな貧乏人がいるなんてね。私が居心地の悪さを感じていると、相沢さんが戻ってきた。ゆず、お二人は知り合いで？私とゆずが話しているのを驚いて見ている。ゆずは私の背中をバンバン叩きながら笑った。やだ、ただの高校の同級生だって。この人やばいの。中卒なんだよ。高校を途中で辞めちゃったんだよ。中卒の低学歴。母子家庭で超貧乏だったんだよね。今時ありえないっつーの。ほんと笑える。ゆずが相沢さんの腕に自分の腕を回す。ねえ、なんでこんな人、私たちの結婚式に呼んじゃったの？誠くんはハーバード大卒のエリートなのよ。あんたみたいな中卒の貧乏人が来るような結婚式じゃないのよ。どう見たって不釣り合いじゃない。ねえ、誠くん、会場から追い出してよ。ほら、出てけ。もう、金輪際、誠くんに近づくな。ゆずはハエを追い払うような仕草をした。それを見た相沢さんは顔を真っ赤にさせて、ふざけるな！と大きな声で言い放った。誠くん？彼女が貧乏人？彼女は社長だぞ。それに、俺を立ち直らせてくれた恩人だぞ。それをお前なんてことを。は？目を見開いて驚くゆず。社長？嘘でしょ？私は驚くゆずにカバンから名刺を取り出した。ゆずはひったくるように私から名刺を受け取る。この会社、誠くんの。お前、いくらなんでも言い過ぎだぞ。だっておかしいでしょ？ハーバード大卒の誠くんが中卒女と働いているなんて変だよ。はあ？お前はそうやって人を学歴で判断するんだな。俺のことも学歴で選んでたのか？学歴で評価してたんだな。
待って待って、それは違うの。じゃあ、なんで俺と結婚するって決めたんだよ。どこが良かったんだよ。相沢さんがゆずに問い詰める。ゆずは可愛く指をくるくるしながら上目遣いで相沢さんを見た。だってハーバード大卒だったら将来安泰だなって。社長の息子でもあるし、もちろん誠くんはかっこいいし努力家だけど、ハーバード大とか社長の息子とか、それも誠くんの魅力の一つなんだよ。怒りでプルプル震えている相沢さんにゆずが無理やり手をつないだ。っていうか、全部に惚れたの。言ったじゃない、私あなたのこと本当に大好きで。無理だ。え？相沢さんはゆずの手を振り払う。悪いけどお前とは一緒になれない。ゆず、お前本当に無理。ゆずはすっとんきょんな声を上げる。どうやら相沢さんは学歴や家柄で判断されたことが相当ショックだったらしい。相沢さんが周りに頭を深く下げた。皆様、せっかくお集まりいただいたのに申し訳ございません。結婚式は中止して食事会に変更させていただきたいと思います。誠くん？何言ってるの？誠くん？お食事は各テーブルにお運びいたしますので、お席で食事会をお楽しみください。帰りにはお祝儀をお返しいたしますので、お忘れないようにお願いいたします。ねえ、なんで？待って、誠くんってば。相沢さんが頭を上げると真剣な表情でゆずに向き合っていた。父さんと母さんとゆずのご両親呼んで裏で話そう。君と一生一緒にいるなんて俺には無理だ。やだ、待って、どうして？すがるゆずを引っ張って相沢さんは裏に行こうとする。行く前に私の顔を見て頭を下げた。暴言を本当に申し訳ございませんでした。後から改めて謝罪を。いいの。そんなことより先にお話ししてきて。私のことはいいから。はい、すみません。相沢さんの暗い表情は今まで一度も見たことがない表情だった。ため息をついて私も一度席に戻ったが、せっかくの高級料理も喉が通らなかった。数日後、相沢さんから正式に謝罪が来た。そしてあの後のことを話してくれた。相沢さんとゆずは正式に婚約を破棄。ゆずは先日の騒動で親から感動されたらしい。ゆずは何度も相沢さんの家に来たが、顔を見るのも嫌になって追い返したのだとか。そして悪いのはゆずもだったが、ゆずの親もだった。両家で話し合った際に暴露されたらしいのだが、ゆずはそもそも学歴や家柄で男を選ぶようにと散々親から言われていたそうだ。そして感動理由は学歴の良い相沢さんと別れることになったせいで見限ったということらしいのだ。そんな。はい、彼女が親に何度もそう言われてたみたいで。まあ同情はしましたけどね。そうだったのね。その話を相沢さんから聞いて私は悩んだ。話を終えた相沢さんが社長室を出て本社に帰るのを見届けると、私は机の引き出しから履歴書のコピーを出す。その履歴書の名前にはゆずの名前が書いてあった。あの騒動の後にゆずは私の会社に応募してきたのだ。最初は嫌がらせで入ってきたのかと思っていたのだが、相沢さんの話を聞いたのと履歴書の死亡理由が気になったのだ。少しだけ話を聞きたいな。私はゆずの面接を受けることを決める。面接当日、ヒヤヒヤしながらゆずと顔を合わせた。だが、ゆずは真剣な目で面接の部屋に来ていた。きっちりしたスーツ、髪型も整え、可愛らしかった仕草は全くなかった。田中ゆずさん、面接を始めたいと思います。よろしくお願いいたします。ふざけているなんて考えられないほど面接は真面目に進んでいく。ゆずの表情は硬く、嫌がらせの気配なんて全くなかった。面接の質問もしっかりと答えてくれる。これで面接を、最後の質問が終わって、ゆずの面接を終了しようとした。だが、ふと私は気になってゆずに聞く。社長じゃなくて同級生として聞きたいわ。ゆずが緊張しているのが分かった。どうしてこの会社なの？勝負がしたいの。勝負？
私、男にすがるのはやめた。この会社は能力があれば女性でも上に行けるんでしょ？私は私の人生を歩くの。親に言われたからじゃなくて自分で立ちたいの。ゆずの膝の上にある拳に力が入ったのが分かった。私、あなたも含めていろんな人をバカにしてきた。でも親に追い出されて分かった。私は全然ダメだったんだって。一人で生きていく覚悟もなかったんだって。ゆず、一人になって苦労がやっと分かったの。でもだからってこの年でへこへこ生きるなんて私らしくないもの。努力して周りに負けないくらい頑張ってやるの。見たこともない真剣なゆずに私の方が緊張してしまった。でも履歴書の内容や面接を見て聞いて私は決める。1週間後よ。用意するものとかメールで送るわ。合格って言ってるの。採用よ。なんだか数年前の私を思い出した。必死にもがいていたところに社長が採用してくれた時のことを。ゆずの覚悟を知って私はゆずを会社に入れることにしたのだった。そしてその選択は正しかった。ゆずは思った以上に努力を見せてくれる。あんなにバカにしていたシングルマザーや中卒の女性社員たちをリスペクトしながら日々仕事を回していた。もともとゆずはコミュニケーション能力も高く、小さい頃から頭が良かったのもあって、なんと1年ほどで親会社の業績を抜くまでいけた。私が少し悔しいと思うくらいゆずは頑張ってくれていた。そしてそれは私を雇ってくれた社長にも伝わる。プルプルプル。はい、野沢です。野沢さんか。今日か明日は空いてるかい？社長、お疲れ様です。空いてますよ。仕事の打ち合わせか何かですか？電話越しに聞こえる社長の言葉に身が引き締まる。だが、返ってきた言葉は意外な言葉だった。いや、一緒に飲みに行かないか？君に託した会社がこんなに大きくなったんだ。少しくらい私からもお祝いさせてくれ。はい、喜んで。その日の夜に社長と飲み会に行く。お世話になった社長と二人きりで飲み会をするのは実は初めてだった。ドキドキと緊張しながら席に着く。社長が気を使ってくれて、のんびりとした場所で飲み会をしてくれた。お酒も入って気が少し緩んだところで、私はふと聞いてみる。そういえば社長、どうして私を採用してくれたんですか？社長、学校まで来てくれましたよね。今思えば不思議だなって疑問に思っていた。何も知らなかった私にわざわざ指名をしてまで学校に来て退学することになってしまった私をわざわざ採用した理由、ずっと気になって心のどこかに引っかかっていたのだ。社長を見ると社長は少し黙って言うのをためらっていた。だが少しずつ口を開いてくれる。実はな。はい。私は君の実の父なんだ。はい。お酒でポワポワしていた頭が一気にはっきりした。父？社長は、いや、父はお酒のグラスを置いてゆっくりと話してくれる。仕事がうまくいってなかったんだ。会社を建てると決めて全く仕事ができなくて稼ぎもほとんどなかった。でも死に物狂いで働いた。そのせいで家庭になかなか帰れずにいたそうだ。私は知らなかったのだが、母は父と外で何度か会ってはいたらしい。だが忙しすぎて仕事の合間の数分を母と会うだけで家には帰ってこれていなかったようだ。そしてやっと仕事が軌道に乗り始めた頃には私はすでに高校生になってしまっていた。君の学費の援助を申し出たんだけどね。かな子はずっと就職するって言ってたから。母さんが助ける気持ちがあるなら私のところで雇ってほしいって言ってきたんだ。あ、そういえば母さんが当てがあるって。そして父はどうやら会社の業績が良くなってきた頃から母にお金を援助しているという。母は大丈夫だと言っているが、弟と妹もいるので大学費はもちろん、今まで何もしてやれなかった母さんへの罪滅ぼしでお金を毎月送っているそうだ。私がしたことは許されることじゃない。お前たちから逃げてばかりで全部を母さんに押し付けてしまった。
倒れたと聞いた時にどんなに悔いたことか。じゃあもしかして私が今いる会社って、自然と私の手が動いていたんだ。シングルマザーのための会社。母さんやお前たちへの罪滅ぼしなのかもしれないな。その日はお酒を飲みながら改めて父とたくさん話した。突然のことで驚いてお酒なんて全然飲めなかったが、いろんな当時の話を聞いた。本当に申し訳なかった。目の前で社長だと敬っていた父が私に頭を下げる。でも私はすぐに父の頭を上げさせた。子供の頃の私だったら父に対して怒っていただろう。なんで捨てたんだとか、仕事と家庭どっちが大事かとか聞いたかもしれない。でも結局こうして私たち家族を助けてくれた。今も母の生活を守ってくれている。私は父を恨むことなんてなかった。もっと早く助けてほしかったなんて思うことはあるけれど、結局は会社に雇ってくれて、私を大事にしてくれて、近くで見守ってくれていたんだと思うと、ちゃんと父親してくれてたんだなと感じる。その日から私に父ができた。社長の父ができた。母とも話し、今度家族全員でお出かけをすることになった。初めての家族旅行で私は楽しみでしょうがない。人は肩書きやレッテルで判断するものじゃない。肩書きが大きく立って努力をしない人やマナーがない人だっているし、貧乏だとしても仕事ができる人だってちゃんといる。見た目や肩書きで思い込むよりも、人としっかり目と目を見て向き合っていこうと私は改めて感じたことだった。まだ来ないの？オタクがどうしてもって言うからわざわざ枠を割いたわけ。これ、どう責任取るの？俺がお世話になっている後村さんの社運をかけたテレビの演奏中継。その直前になってもメインの演奏者が現れない。申し訳ありません。今欲しいのは謝罪じゃなくて演奏者なんだよ。どうするんだよ。あと少しで中継始まっちまうんだぞ。苛立ったディレクターと焦燥感に駆られるホール。中継まであと3分です。ちくしょう、どうしたらいいんだ。俺は覚悟を決めてステージに向かった。要は話題性があればいいんですよね。中継を始めてください。俺が行きます。そしてホール中に音を鳴り響かせた俺に誰もが目を見張ることとなる。だって俺の名前は佐藤淳、28歳。中小企業の出版社で働いている。所属先である支社では音楽雑誌をメインに取り扱っており、恥ずかしながら俺の業績はそこまでいいとは言えない。おまけに俺は自分からプライベートな話を全く他人に話さない人間なので、コミュニケーションもうまく築けず、社内で少し浮いた立場になっていた。時折孤独を感じるが、仕事ができないからといって嫌がらせを受けるわけでもなく、居心地のいい場所ではあった。そんな恵まれた環境にいた俺だが、あまり良くないニュースを耳にする。最近の世間の雑誌離れにより、この出版社も経営難に陥っていた。紙媒体から電子媒体へとの意見も上がるが、それだけでは他社と同じ戦略で、結局同じことの繰り返しになるだろう。そんな状況を打開するべく、副編集長として本社の社員がやってきた。彼女の名前は後村凛。本社では主に音楽系、スポーツ系、美術系等多岐にわたって雑誌を作っていた経歴があり、その知識と経験を買われて支社の立て直しに抜擢されたそうだ。後村さんは見目麗しく、派手ではないものの人の目を引きつける不思議な魅力があった。知的な雰囲気があふれ、彼女に憧れる女性社員が後を絶たない。かくいう俺も、彼女から直接挨拶された時には美人の気迫と胸の高鳴りのせいでうまく返事ができなかった。後村さんは支社の立て直しに向けて一大プロジェクトを立ち上げた。日本で今一番有望な若手バイオリニストの記事だ。さすがというか、後村さんは簡単にアポイントを取り付けていた。俺が連絡しようものなら門前払いだっただろうに、彼女の人脈は計り知れない。弦楽器は俺の担当だったため、後村さんに連れられて音楽事務所へ取材に向かう。今回の目的であるバイオリニスト、
黒瀬保さんは俺と同年代なのに貫禄があり、これが日本、いや世界を見据えている人なのだなとかなりの距離を感じた。後村さんはあらかじめ先方に送っていた内容の質問を始める。俺はレコーダーで録音しながら気になった箇所を書き留めた。一通り質問が終わった後、何点か掘り下げるのだ。俺は取材者である後村さんに追加の質問案を手渡す。この中で彼女が気になるものがあれば一緒に聞いてくれるようになっている。後村さんが質問案に目を通している間、レコーダーの音声を確認して再び録音体制を取った。では次の質問を。コンクールでの評価を気にせず、ご自身の音楽を楽しむ秘訣はございますか？それは俺の質問だった。黒瀬さんは少し驚いたように後村さんを見る。わかりますか？俺が評価を一切気にしていないって。後村さんが俺の方を見る。俺はうなずいて黒瀬さんの質問に応じた。はい。黒瀬さんの演奏は評価者よりも観客に向けた演奏だと常々感じていました。なのにコンクールでの金賞は後を絶たず、芸術家としての理想像だと思っています。今、自由な演奏ができなかったり、スランプに陥っている人に向けて、ぜひともアドバイスをいただきたくて。へえ。黒瀬さんは楽しそうに笑った。俺が楽しんでいること、ちゃんと伝わっていたみたいで嬉しいです。そうですね。自分の音楽と楽器の味方でいてあげることでしょうか。たとえミスをしても、思った音が出なくても、その音楽は自分自身にしか奏でられないものです。自分の音を大事に、いいところをたくさん伸ばしてあげるようにって、俺はそうやって練習してきました。ミスをしても、俺は思い当たることがあった。半年前、彼のコンサートを聴きに行った時の話だ。もしかして、半年前のクリスマスコンサートで弦の調子が悪くてもそのまま弾き続けたのって、それはそれで好奇だと思ったからでしょうか。黒瀬さんの笑顔が固まる。まるで幽霊を見たかのように恐る恐る口を開いた。どうしてそれを？音の張りがいつもと違ってて、予備のバイオリンに変える機会は何度もあったのに、黒瀬さんはそうしませんでしたよね。むしろその張り詰めた音を生かして演奏していらっしゃった。それ以降の別の演奏会では正常なバイオリンで似た演奏をされていたので、あの音は黒瀬さんが気に入ったからなのかなと。素人の想像です。すみません。つい憶測で喋りすぎてしまった。人のミスを深掘りするなんて失礼極まりない。気になったことにブレーキをかけられないのは俺の悪い癖だ。素人だなんてとんでもない。俺は今自分の良き理解者に出会えた気分ですよ。なぜかとても喜ばれた。ミスを指摘されていい気分になるはずがないのに、なんて懐の広い人なんだろうか。そんな人だから俺もついいろいろと口を滑らせたのかもしれない。普段の取材なら絶対に余計なことは話さないようにしているのに。君の言う通り、あのコンサートは弦をいつもより張ってしまったんです。練習の時にいろいろ試しているんですけど、そのままステージに持ってきていて。でも、だからこそ普段と違う音がホールに響いて、その音が新しくて、だからそういう逆境でも楽しんでほしいです。そんなことができるのも音楽のいいところだと思っています。取材は1時間だけの予定だった。しかし黒瀬さんは話し足りないと言ってくれ、さらに1時間俺たちに付き合ってくれた。佐藤くんの質問以降の黒瀬さん、まるで人が変わったかのように輝いた目をしていたね。取材を終え、事務所のエレベーターの中で後村さんは俺を称えた。的外れなことを聞きすぎだと注意されることを恐れて身構えており、面食らう。黒瀬さんが優しい人でよかったです。それもあるけど、佐藤くんの質問が彼から言葉を引き出したんじゃない？やけにリアリティのある質問だったけど、音楽の経験でもあるの？そういうわけでは。エレベーターを降り、事務所のロビーを通り過ぎると、すれ違った女性に名前を呼ばれた。嘘？もしかして純？え？声のした方向を見ると、なんと学生時代の元カノが立っていた。愛？こんなところで会うなんて。もしかしてここの事務所を受けに来たんじゃないわよね。ああ、
黒瀬さんの取材に。保さんの？やけに慣れ慣れしい呼び方に首をひねる。彼女はその反応に満足したのか嬉しそうに教えてくれた。私、保さんの恋人なの。ああ、そういうことか。彼、とても素敵な人でしょ？バイオリンの腕も素晴らしいし、すごく真剣に向き合ってる。あなたと違ってね。最後の軽蔑の言葉を無視し、俺は尋ねた。愛はどうしてここに？ここの事務スタッフなのよ。それで知り合ったのかなとわざわざ口には出さず考えていると、愛は後村さんの方をじろじろと見ていた。今の彼女さん？いや、上司だ。言っただろ取材だって。今、出版社に勤めてるんだ。あなた、純のことどこまで知ってるの？やめてくれ、失礼だ。後村さんの前に立ち、視界を塞ぐ。愛は悪びれた様子もなく肩をすくめた。私おせっかいだからちゃんと教えてあげようとしたのに、あなたが負け犬だって。それは言い過ぎだろう。そう？惨めに引き下がったあなたにぴったりの言葉じゃない？後村さん、行きましょう。ええ。これ以上変なことを吹き込まれないよう足早に事務所を出た。愛はついてきていない。知り合いよね。はい。黒瀬さんの取材でも思ったんだけど、佐藤くんって何者？俺が何であるか。それは俺自身が知りたい。後村さんの部下ですよ。ただのサラリーマンで、それ以上でもそれ以下でもありません。そっか。ごめんね、変なこと聞いて。いえ。俺が言いたくなさそうにしていると感じ取ってくれた後村さんは、それ以降何も聞かないでくれた。黒瀬さんの取材でどこの記事にもない多くの情報を仕入れた後村さん。これは人を引きつける雑誌ができると大張り切りで執筆に取り掛かっていた。直接の担当ではなかった支社を立て直すためにこんなに必死になってくれるなんてありがたいことこの上ない。俺だってこの会社が大事だ。今回の黒瀬さんの記事以外にも魅力的なトピックはたくさんある。俺たちの会社なのに彼女に任せきりでは立て直した後一生頭が上がらなくなってしまう。そう思い、俺も他のバイオリニストたちの取材に挑戦することにした。黒瀬さんのインタビュー記事を目玉にした雑誌の売れ行きは好調だった。発売直後は伸び悩んだが、SNS で黒瀬さんのファンがこの記事は必見と拡散してくれたことにより、徐々に売れ行きが好調となったのだ。そして SNS への書き込みを即座にキャッチした後村さんは早めに増刷の発注をかけ、各書店で売り切れる直前に追加の入荷が叶った。せっかく求めてる人がいても在庫がなければ買われることはない。かといってタイミングを見誤ると余りができてしまう。後村さんの見極めは最適だった。今回はうちの雑誌の知名度を上げるためでもあるんだから大胆にならないとね。涼しい顔で利益のグラフを見ていた後村さんは俺を手招きして記事の一部を指さした。この佐藤くんがインタビューしてくれた箇所、とても評判が良かった。こんなに長文を話す黒瀬保は珍しいって。確かにあの人、無口の印象が強かったわね。はい、売り上げに直結したようで何よりです。あの後、黒瀬さんから連絡が来たの。この間は楽しかったって。そんなこと言ってもらえるのってそうそうないことだから驚いたわ。よかったですね。それでね、この勢いのまま次の企画にも挑戦しようと思って。佐藤くん、手伝ってくれる？いいですけど、どんな企画ですか？テレビよ。テレビ？聞き慣れた言葉であるはずなのになぜか頭に思い浮かばない。それほどこの仕事にとっては縁遠い存在だ。テレビって、テレビジョンのテレビですか？そう。雑誌の名前を売るために生の弦楽四重奏を放映してもらうの。バイオリニストもテレビの方もそれぞれ知り合いがいるから協力を仰ぐつもり。そんなうまくいきますかね？何事も挑戦よ、挑戦。確かに保守的であればあるほど現状を打開することは難しい。この会社を守りたいなら彼女の言うように視野を広げなければ。俺にできることなら何でも言ってください。
後村さんの前に座る先輩は驚いた顔で俺を見ていた。きっと自分から意思を示す姿が珍しかったのだろう。数週間前までの俺だったら、はい、そうですか、頑張ってください、と我関せずだったはずだ。佐藤くん、聞いたよ。見学四重奏の企画、自ら後村さんに協力すると言ったみたいじゃないか。翌日、編集長が俺にこっそりと話しかける。はい、後村さんの気迫がすごくて、つい。彼女と君を近い場所に置いたのは正解だったみたいだな。まるで息子の成長を見守っているように優しい眼差しで俺の肩を叩く。無理はしなくていい。楽しく好きなことを追求すればおのずと結果は出るよ。頑張ってくれ。はい、ありがとうございます。編集長からの期待は過剰なプレッシャーになることもなく、俺の背中を力強く押してくれた気がした。そして迎えた演奏会の日。組み込んでもらった企画は土曜日の昼に放映される地域のニュース番組で世界的にも有名なバイオリニストたちの演奏を生中継するものだ。スタジオのアナウンサーが音楽雑誌の宣伝も兼ねて四重奏の説明をし、その後約10分間の生演奏という段取り。うちの会社やバイオリニストたちが行った事前告知の会もあり、番組が始まった時点で視聴者の楽しみすぎる、生演奏なんて贅沢などと期待のこもった言葉が SNS に流れていく。関係者だらけのコンサートホールでそれらを確認し、改めて今回の企画の大きさを実感した俺は、目の前の状況に困惑していた。まだ土井さんと連絡がつかないんですか？ディレクターが苛立ちを隠そうともせず後村さんに問う。はい、電話もメッセージにも返事がなくって。家族の方と連絡は？土井さんはこの数週間だけ帰国されているので、ご家族は海外に。今回演奏を披露するバイオリニストの一人が集合時間から30分経っても来ないのだ。おまけに連絡も取れない。番組はすでに始まっており、刻一刻とタイムリミットが迫っている状態だ。もしもの場合、三重奏への変更も検討します。他のバイオリニストたちには申し訳ないが、急に曲目が変更されても対応はできるはず。そう思って提示した後村さんの案は即座に却下される。それは困りますよ。四重奏って話だったでしょう。番組表にも局の SNS にもそう書いてしまってるんです。それに演者4人の中で最も注目されているのは土井さんなんですよ。彼が出なかったらどれほどのクレームになるか分かってます？どうしても土井さんが来られないのなら、彼よりも知名度のある奏者を呼んでもらわないと。今から声をかけるなんて、そんな。ディレクターは腕を組み、大きくため息をつく。オタクがどうしてもって言うからね、うちはわざわざ枠割いたわけ。リハーサルもできてないし、リカバリーできないって言うならどう責任取るの？プロデューサーの知り合いだから引き受けたって言うのに。申し訳ありません。今欲しいのは謝罪じゃなくて土井さんなの。彼の言うことももっともだ。しかし、俺たちだってまさかあの時間にきっちりしていて遅刻なんてしたことのない土井さんがこのような状況になるとは思っていなかった。まさか事故にでもあったのかと心配する声も聞こえるほどだ。後村さんは何度も土井さんに電話をかけている。一緒に帰国している秘書にも同じく電話をしているが、やはり返事はないらしい。そんな中、番組のスタッフがディレクターに声をかける。あと3分で中継始まります。引き延ばすようスタジオに行ってくれ。それがこれ以上は難しいと。ホール内の緊迫した空気が限界を迎えかけていた。SNS では演奏まだかな、いつまで他のコーナーやってるのと苛立ちや不安の言葉が見られる。もう30奏しか手はない。まずは司会のアナウンサーが言い訳をと誰もが諦めたとき、俺はスマートフォンをポケットにしまった。後村さんが会社のために頑張った企画、俺たちの会社を立て直す機会、不意にできるほど俺は薄情なやつではない。そう自分に言い聞かせ、震える足で後村さんとディレクターに近づいた。要は話題性があればいいんですよね。佐藤くん？俺はスタンバイしているビオラ奏者の女性の前に立つ。
お久しぶりです。佐藤です。あら、じゅんくん？はい、すみません。状況が、差し迫っているので、ビオラをお借りしてもいいですか？あなたにならもちろん。快く借り受けたビオラを持ち、ステージ前のカメラマンにあることを耳打ちした。ディレクターに説明している暇はない。そういうことなので、中継を始めてください。その話、本当なのかい？聞いていただければわかります。失敗したら、俺が全責任を取ります。俺はビオラを構える。カメラマンが中継の合図を出した。おい、何を勝手に。ディレクターの静止の声と俺のビオラの音が重なる。その旋律を聞いた途端、時が止まったかのようにディレクターは動かなくなった。カメラが、テレビの関係者たちが、そしてうちの社員たちが、誰もが俺の演奏を止めさせることなくステージを見上げている。なんて美しい音色なんだ。誰かがつぶやいた。ビオラでこんなに華やかな音色が出せるなんて、彼は何者なんだ？わかりません。うちの社員ではあるんですが。ディレクターと後村さんもあっけに取られている。もう一人のバイオリン奏者とチェロ奏者に目で合図を送ると、二人も演奏に加わる。これで30奏。土井さんは不在のままだが、ホール中の反応を見ていると何とかなりそうだ。俺の手は思い通りに音色を奏でる。ホールで弾くのは一体いつぶりだろうか。反響が、音の奥行きが心地いい。いけない、酔いしれるところだった。これはテレビだ。目を、耳を引きつけさせるんだ。カメラは俺から視線を外さない。きっとうまくいっている。そうして10分間、俺は演奏し続けた。二人と呼吸を合わせ、最後の一音までテレビの向こう側へ響くように弦を鳴らす。一瞬の静寂の後、客席のあちこちから拍手が湧き上がった。頭を下げると、司会役のアナウンサーが俺の隣にやってくる。素晴らしい演奏でしたね。本日は予定していた土井さんが急遽出演できず、代わりに佐藤淳さんに演奏を披露いただきました。俺の演奏は準備されていたかのように柔軟な進行を始めるアナウンサー。本日は特別ゲストとしてお越しいただきありがとうございます。恥ずかしながら佐藤さんのお名前を初めて伺ったのですが、普段はどちらで活躍されていらっしゃるのでしょうか？カメラの前でマイクを向けられる。俺の役割はまだ終わっていないのだ。土井さんの不在を埋めるだけの印象を視聴者に与えないといけない。俺は、現在活動を休止しておりまして、本日この場を借りての復帰となります。佐藤瑠衣。父のことならご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。その名前を口にした途端、周囲からどよめきの声が上がる。アナウンサーも唖然とした顔を見せたが、すぐにモードを切り替えた。まさか、伝説のバイオリニスト、10年前に亡くなられた佐藤瑠衣さんの。はい。父は生前土井さんとも面識があり、本日急遽出演が難しくなった彼の代わりにと依頼されまして。父と土井さんの仲が良かったのは本当。土井さんに依頼されたのは嘘。それっぽく理由をでっち上げ、俺はその場を切り抜けた。もともと番組が推していたので、あまり深掘りをされることはなく中継は終了。アナウンサーが、それではスタジオにお返しします。と告げると、会場は何とか乗り切ったことで安堵の空気に包まれた。何人かは腰を抜かして客席にもたれかかっている。須藤さん、ありがとうございました。中継を終え、ビオラを返しに行く。ビオラ奏者の須藤さんは出番を奪ってしまったにもかかわらず笑顔で接してくれた。また淳くんの演奏が聴けて嬉しいわ。音楽はやめたって聞いていたけど、全く腕が落ちていないのね。実はたまに練習程度ですが。そうだったの。また一緒に弾けるといいわね。佐藤くん、さっきの話本当なの？後村さんとディレクターが駆け寄ってくる。俺は勝手な判断で中継を独占したことを詫びるが、ディレクターは大きく首を横に振った。とんでもない。佐藤瑠衣さんのご子息だったなんて。これは世間が騒がしくなりますよ。ぜひまたうちで特番を組ませてください。名刺を渡され、曖昧にうなずき返す。
俺の生い立ちを明かすことで態度が180度変わることは分かっていた。だから嫌だったのだが、会社のためだ。仕方ない。それより、後村さんや他の社員への説明だ。後村さん、皆さん、黙っていてすみませんでした。佐藤くんの演奏、すごく素敵だった。奏者だったから、黒瀬さんへのインタビューもリアリティに富んでいたのかな。そうかもしれません。あまり過去の詮索はしない方がいいかもしれないけれど。いえ、さすがにお話しします。テレビクルーが撤収準備をしている中、俺は父親と自分の過去について話した。父の佐藤瑠衣は世界的にも有名なバイオリニストだった。俺は父の才能を引き継ぎ、彼自身からの指導の甲斐あって、天才バイオリニストなどと呼ばれるほどに成長を遂げた。大学卒業直前、そのまま父の事務所に所属しようとしていた俺だったが、その父が交通事故で他界。慌ただしくなる音楽業界と事務所の中で父を失った俺は徐々に自分の音を表現できなくなっていた。心への負荷が原因だと医師の診断を受けたが、周囲はそんなこと知らないし知ろうともしない。当時彼女だった愛は、そんな下手くそな音を聞かされるこっちの身にもなってよね。今のあなたをお父様が見たらなんて思うのかしら。と言い捨てた。彼女は俺と俺の父親のネームバリューにしか興味がなかったのだと気づき、完全に参っていた俺と口論になり、最終的に振られた。心の支えを一気に失った俺に追い打ちをかけるように、これまでコンサートのたびに父や俺を取材していた記者の対応も変わっていった。コンサートやコンクール後の取材で俺に求められたのは演奏に対する感想ではなく、父がいない今どのような心境なのか、コンクールの結果を墓にいる父に何と伝えたいのか、生前の父とどんな会話をしていたのかなど、俺自身ではなく俺と父の関係性を追求する内容ばかりだった。今更俺の音楽への意気込みよりも父とのお涙ちょうだいのエピソードが欲しがられた。そのうち隠しもせず父に関する特集を組みたいとまで言われ、信じられない気持ちになった。取材を申し込んできた人物は追悼の意味でと言っていたが、本当に父のことを惜しんでいるのなら取材なんてする気にならないだろう。話題性のために俺と父を消費しようとするメディアにはうんざりした。父のことを聞かされるたびに父はもういないのだと思い知らされる。もう何も聞かないでくれ。父の訃報を聞いた瞬間のことを思い出させないでくれ。そしてある時、俺がこうして音楽を続けているからメディアに取材の機会を与えているのだと気がついた。であれば、もうバイオリンなんてやめてしまえばいい。どうせもう誰も俺の音楽なんて聞いてくれないんだから。そうしてバイオリンの世界から身を引き、自分のことを極力話さないように努めた。俺が佐藤瑠衣の息子だと知られなければ辛い思いをしなくて済む。しかし、バイオリン一筋だった俺はどうやって生きていけばいいのかわからない。バイオリンを使わずに生活する方法を知らなかった。そんな時、俺に声をかけてくれたのが今いる会社の編集長だった。父の取材で何度もお世話になっていて、父がいなくなってから唯一俺自身を気にかけ見守ってくれた記者だった。彼のおかげで手に職をつけることができ、会社や編集長に恩を感じながらも自分の経歴を隠すため、あまり自分のことを周囲に話さないようにしていた。そのせいで常に周りとは隔たりができてしまっていたが、うっかりボロを出すことを恐れ、そのままの生活を送っていた。そういうことだったのね。話してくれてありがとう。後村さんは納得したようにうなずいてくれる。他の社員たちも優しい眼差しで俺を見ていた。入社するとき、編集長には自分が話したいときが来れば話せばいい。みんな受け入れてくれると言われていたが、どうにも信じきれないでいた。今こうやって話すことができたのは、これまで影に隠れていたことへの後ろめたさや、先ほどの演奏中継で吹っ切れたこと、そして後村さんの何事も前向きに捉えられる姿勢のおかげで勇気づけられたからだ。でも、大丈夫？テレビであなたのお父さんのこと話したから、また佐藤くんの周りが慌ただしくなるかも。そうかもしれません。でもいいんです。それで俺たちの商品の宣伝につながるなら。今の俺は皆さんがいてくれれば何だって乗り切れそうなんです。言い過ぎですかね。いいえ、
すごく素敵な心意気だと思うわよ。そうそう。それに、またデリカシーのない取材なんてしてくる奴がいたら、俺たちが追い返してやるよ。他の先輩社員も俺のことを応援してくれるみたいだ。ありがとうございます。でも、今はもう父との思い出も話せる心情なので、伝えていくことで父の存在が生き続けるのもいいかもしれません。俺のことをうちの雑誌で取り上げてもいいかもしれないですね。そこまで言えるようになった自分自身に驚く。音をたくさんの人に届けられる楽しさを思い出してしまったからだろうか。今なら父の話も自分の音も一緒に届けられるかもしれない。出版社に勤めていたことも無駄ではなかった。佐藤さん、お久しぶりです。呼ばれて振り返ると、黒瀬さんがこちらに向かって手を振っていた。今日の出演者が知り合いなもので見に来ていたんですけれど、佐藤さんの演奏、心に響きました。確かに音感やセンスはお父様譲りかもしれませんが、佐藤さんだけにしか表現できない音色が俺はとても好きです。黒瀬さん、ありがとうございます。こちらこそ素敵な時間をありがとうございます。最初からステージに立てばよかったのに、ヒーロー気取り？黒瀬さんの後ろからトゲのある声が聞こえる。彼についてきていたのだろう愛がいた。結局はネームバリューのおかげでなんとかなっただけなのに、あまり調子に乗ると昔みたいに痛い目見るんじゃない？森井さん、なんでそんなこと言うんだ。黒瀬さんがたしなめる。しかし愛は引かなかった。ちゃんと言ってあげないとダメよ、たもつさん。天狗になって後々困るのは彼なんだから。それに、間違ってこの人が売れたりなんてしたら、たもつさんの人気に支障が出るかもしれないし。それは君が気にすることじゃないだろあら、恋人として将来を気にかけるとは当然のことよ。なあ。黒瀬さんは頭が痛いとでも言うようにこめかみを押さえる。彼の演奏を聞いていなかったのか？彼が自分の能力をひけらかすとでも？彼の音を聞いていればそんな人じゃないとわかる。仮にも音楽に携わっている人間だろう。それに俺の評判が落ちたとしても、それは佐藤さんのせいではなく俺の実力不足だ。第一。続けられた黒瀬さんの言葉に俺たちは驚かされた。君、俺の恋人気取りでいるみたいだけれど、こっちにその気はないって何度も言っているよね。伝わってないのか？照れ隠しでしょ？違うってば。いい加減諦めてくれ。愛は黒瀬さんの自称恋人だったらしい。目の前で堂々と人が振られる姿は見ていて気のいいものでもない。俺たちは少々気まずい思いをしながら何とかその場を収めた。彼らのその後だが、愛は黒瀬さんのことが諦められないらしく、もともと黒瀬さんの熱狂的なファンだったこともあり、同じ職場なのをいいことに彼につきまとい続け、ほぼストーカーのような行動にまで出たらしい。そして警察沙汰となって事務所を解雇となり、接触禁止令まで出たそうだ。そもそも黒瀬さんのファンになったのも、彼が有名なバイオリニストだったことが根本だったと聞く。俺の時と同じように、人が努力によって得た地位や名誉にしか興味がない彼女は、そろそろ頭を冷やす時が来たようだ。俺は自分と父に関する記事を自分で書いた。当時のメディアが自分の音楽よりも父とのエピソードを気にしていたことで、人に話をするのが嫌になったという経緯も、先日の中継で勇気を出したことも赤裸々に。その結果、生中継の影響で完全に火がついた俺たちの雑誌は造反に造反を重ね、社内で過去一の売り上げとなった。その記事を読んだ後、真っ先に声をかけてくれたのは土井さんだった。彼が演奏に来られなかった原因は、来る途中の電車に異音が見つかり、状況確認のため地下のトンネル内で秘書と共に車内に閉じ込められていたらしい。電波も届かず、電車から降りることも許されず、どうにもできなかったことを謝罪された。そして、その詫びも兼ねて一緒に演奏会を開き、そのインタビューもうちの会社が独占できることになった。こうして少しずつ知名度を復活させた会社は無事持ち直し、どの雑誌も好調の売り上げが続いている。そんな中、
やはり演奏者として名前が知られてしまった俺はバイオリニストとしても忙しくなることとなる。本来はバイオリンを極めていくべきなのだろうが、俺は会社が好きだし、他の音楽関係の人たちの話を聞くことも楽しくて、無理を言って両立させてもらっている。おかげで毎日会社に顔を出すことはできないが、編集長はもちろんのこと、後村さんや他の社員も良き理解者でいてくれている。特に後村さんは公私ともに今の俺を支えてくれている。過去のトラウマを持ちつつも、みんなのためにと勇気を出した俺に憧れてくれたらしい。俺の方こそ彼女の前向きな性格に救われたのだからお互い様だ。そう言い返すと、じゃあ私たちお似合いねと笑われた。地位や才能ではなく、その人となりに憧れ努力することで成長できることを知った俺はいつか父のようにみんなの心に名前を刻めるほど立派な人間になれるよう、これからも音楽と共に生きていくのだ。若菜、こっちだ。とっさにその手を取ると、その背後にあった店の中に、俺は彼女と一緒に転がり込んだ。なぜか借金取りに囲まれ、今にも連れて行かれそうになっていた幼馴染の美女。そんなピンチから、俺は体を張って助けたはずだったのだが、私のあれ見たでしょ、この変態、痴漢。幼馴染から帰ってきたのは、あまりに理不尽すぎる濡れ衣。今度は、俺がピンチになるなんて。責任取って、体で。顔を真っ赤にした幼馴染が、まさか自分から迫ってくるなんて。すみません。いかがでしたか？は？意を決して、ストレートに尋ねてみたのだが、その男性客には思い切り怪訝な顔をされてしまった。俺の名前は小野寺聡、28歳。ある町にて小さな定食屋、小野寺食堂を営んでいる。ご注文くださったのが、実は今日から始めた新メニューだったんですが。いかがって、もしかして味のこと？はい。会計を済ませた男性客は、しばらくレジの前で立ち止まると。まあ普通かな。そう一言答えて、店を出て行った。ありがとうございました。俺はため息をつきたくなるのを、彼が見えなくなるまで我慢したのだった。普通か。まあ、まずいって言われなかっただけ、よしとするか。そう前向きに捉えでもしなければ、きっと身が持たない。何しろ、この店は今、存続のピンチなのだ。もともと流行っているとも言えなかったのが、最近ますますお客が減って、連日ガラガラの、まさに閑古鳥が鳴いている状況なのだから、内装に値段に、いろいろと試行錯誤してみたけど、あとは何をしたらいいんだよ、父さん、母さん。キッチンの隅には写真立てが2つ飾られている。その中で笑っているのは、俺の父と母。この店の元オーナー夫婦だ。今はもう、経営のアドバイスを聞くこともできないけれど、両親が事故で突然この世を去ったのは、今から1年前。当時の俺は会社勤めの平凡なサラリーマンで、両親との別れも、まさか自分が店を継ぐことも、全く予想していなかった。サトシ、貯金が目標まで貯まったぞ。これでお父さんの夢だった定食屋を開けるわね。この時の笑顔が忘れられなかったからかもしれない。経営どころか、料理も未経験だった俺が店を継ごうと決意したのは。けれど、俺には一つだけ両親に文句を言いたいことがある。どうしてこんな場所に店を出したかな。実は、道路を挟んだ向こう側、小野寺食堂の正面には別の飲食店が建っている。現在のオーナーで4代目という数十年の歴史を持つ老舗の洋食店、レストランミヤだ。今日も閑古鳥を泣かせる俺に対してあちらは、ありがとうございました。通りに響く元気な声とともにミヤのドアが開かれる。明るい笑顔でお客を送り出す現在のオーナーは、はつらつとした雰囲気の
ショートカットがよく似合う若い美人だ。お待たせしました。どうぞ。店の前にはいつものように行列ができている。もちろん店内も満員の大忙し。にもかかわらず、彼女は疲れた顔一つせず、お客をとびきりの笑顔で迎え入れる。足元に段差がありますから。杖をついた高齢者がいれば、さりげなく手を貸してあげる。どんな時も笑顔と気遣いを忘れない、まさに接客業の鏡だ。偉いよな。暇を持て余して、表の掃除をする俺も、思わず惚れ惚れしてしまう。すると、オーナーも俺の視線に気がついて、一瞬にして笑顔を引っ込めたと思ったら、思いっきりそっぽを向いて、店の中に消えてしまった。そう、俺は、ものすごく彼女に嫌われているのだ。幼馴染で、幼稚園から高校までずっと一緒だった、天宮若菜に。サトシくん、遊ぼう。昔の若菜は、毎日のように俺を訪ねてきた。俺たちは今もご近所さんなら、お互いの実家もすぐ近くにあったのだ。いつも忙しい両親に構ってもらえず、寂しさもあったのだろうか。夜まで帰らないこともしょっちゅうで、よく俺たちと一緒に夕食を食べて行ったりもした。おいしい。そうかそうか。いい子だな、若菜ちゃんは。ねえ、サトシのお嫁さんになってくれたらいいのに。いいよ。何言ってるんだよ、父さんも母さんも。若菜まで。俺は嫌だからな。年頃になると、照れくささから少し距離を置いたりもしたが。おはよう、サトシくん。おう。もうすぐ定期テストだね。いいな。サトシくんは数学が得意で、私は全然。若菜はどんな時も笑顔で声をかけてくれた。どんどん綺麗になっていく彼女を、俺はぶっきらぼうな態度を取りながらいつも見ていた。後から気づいてみれば、若菜が俺の初恋だったから。ありがとうございました。またどうぞ。結局この日も、ミヤは閉店まで大にぎわいで、若菜は一日中休みなく店を出たり入ったりしていた。若菜だけが。そういえば、あの二人、最近全然見かけないな。彼らと初めて会ったのは、今から3年ほど前、若菜のお父さん、先代オーナーの葬儀に参列した時だった。ああ、君がサトシくんか。よろしく頼むよ。若菜のことは心配しないでちょうだい。私たちでしっかり支えますから。はあ、どうも。第一印象から少し違和感のある人たちだという感想を抱いた。身内の葬儀だというのに、これっぽっちも悲しそうな顔をしていなくて、店の売り上げがどうとか、原価率がどうとか、俺の存在に気づくまでそんな話ばかりしていたから。それが先代オーナーの弟夫婦、つまり若菜の叔父夫婦だと知ったときは驚いたものだ。サトシくん、どうしよう。お父さんまで。若菜。棺にすがって涙を流す若菜。彼女の泣き顔を見たのはこの時が2回目だった。1回目は彼女のお母さんが病気で亡くなった時。わずか1年足らずの間に若菜は両親を立て続けに亡くしたのだ。うちの親も近くにいるから困った時はいつでも頼ってほしいって。ありがとう。でもね、大丈夫。お店はおじさんたちが手伝ってくれるって。よかった。私、一人ぼっちじゃないのね。ほっと安心したように泣き笑いを浮かべる若菜。そんな彼女には俺が抱いた違和感のことは話せなかった。やがてミヤはしばらく臨時休業をした後に若菜と叔父夫婦の3人で営業が再開された。料理はかつて料理人を目指して修行していたというおじさんが担当。接客は若菜とおばさんが行い、俺が帰省するたびに3人で忙しく働く姿を見かけていた。その後、岸くも俺も若菜と同じく両親を亡くして、勤めていた会社を退職し、2代目オーナーとして、小野寺食堂の切り盛りを始めた。その直後だろうか。俺に対する若菜の態度があからさまに冷たくなったのは。ねえ、掃除するなら、
ちゃんとしてくれない？若菜。ぼーっと考え事をしていた俺は気づいていなかった。いつの間にか不機嫌そうな顔の若菜が目の前に立っていたことに。困るわ。うちの前までそちらのゴミが飛んできていて。いやいや、そっちのゴミってどうして決めつけられるんだよ。ティッシュ。そちらのお客さんが使った後に落としたものが風で飛んできたんでしょ？そうとは限らないのに完全な言いがかりだ。というか、ゴミ一つでここまで目くじらを立てて怒るだろうか。妙な感じを抱いた俺に、続けて若菜は最も疲れたくない図星をついてきた。ああ、ごめんなさい。そもそもゴミが出るほどお客さんは来ていなかったわね。いいわね、暇そうで。私は目が回るほど忙しいのに。それじゃ。くるりときびすを返して、若菜は宮に帰っていった。文句を言うためだけに忙しいのに店を抜けてきたのかよ。そこまで嫌われる理由がわからない俺は、呆然と彼女の背中を見送った。若菜、なんだか、やけに顔色が悪くなかったか？それから1週間ほど経った、ある日の開店前。キャッ！若菜、悲鳴が聞こえた気がして、慌てて店の外に飛び出した俺。すると、話してください。私は何も知りません。本当かな？もしかくまっていたら、ただじゃ済まないかと。本当です。若菜の姿もまた、宮の前にあった。柄の悪そうな男たち数人に囲まれ、その一人には肩をつかまれて。まあ、金さえ返してもらえたら、うちは構わないですけど、きっちり、耳揃えてお願いしますね。600万円。そんなに？払えないことないだろう。ずいぶん繁盛してるみたいだし。無理だってんなら稼げる店を紹介してやろうか。あんたくらい美人ならいくらでも。へへ。いや。下びた笑い声を上げながら男たちがさらに若菜と距離を詰める。青ざめた顔で後ずさりをして拒むようにブンブンと首を振る若菜。そこへ別の男も手を伸ばして。いや。腕をつかまれ、若菜がひときわ大きな悲鳴を上げた。その瞬間、俺の体は勝手に飛び出していた。わあ！大声を出しながら突っ込んでくる謎の男に、男たちが振り返ってぎょっとする。なんだ？こっちに来るぞ！たまたま持っていたフライ返しを振り回しながら、俺はがむしゃらに叫んだ。若菜を離せ！じゃないと、わあ！威嚇としては格好悪いことこの上なかったが、男たちの手は若菜から離れ、こちらに意識が集中した。その隙を俺は見逃さなかった。若菜、こっちだ！キャッ！今にも泣きそうな顔の若菜。その手を取って背後のドアに体当たりすると、俺は若菜と一緒に宮の店内へ転がり込んだ。鍵、あった！大急ぎで内側から鍵をかけると、ほぼ同時に、外からどんどんとドアが叩かれた。開けろ！金返せ！ドアノブを引っ張ったり、ガラス窓から覗き込んだりして大騒ぎする男たち。俺は念のため、内側からドアを押さえて、ふと思いついて、ポケットからスマホを取り出した。これを見ろ！男たちに見えるように、俺が掲げたのは、110という番号を押して、あとは通話ボタンをタップするだけの画面。今すぐ立ち去らないと警察を呼ぶぞ。そう訴えると、男たちは悔しそうに店の前から去っていったのだった。よかった。帰ってくれて。聞かなかったらどうしようかと。ひとまず、今回のところは助かったみたいだ。安堵から急にがっくり力が抜けて、かろうじてドアを支えに踏みとどまる。そして、ふと思い出して振り向いた。若菜、大丈夫か？さっき転がり込んだ時、床に思い切り体を打ったはずだ。怪我はしていないかと、俺は若菜の身を案じた。はずだったが、次の瞬間には、反射的に再びドアの方を向いていた。平気。サトシ君、アリが。そんなことはいいから。それ早く直した方が。え？俺は背中を向けたまま、ある一点を指さした。
腰が抜けてしまったのか、尻餅をついた体勢のまま固まっていた若菜。おそらく、きょとんとした顔で、その先をたどって、ようやく気づいたはずだ。床に転んだ弾みに、ロングスカートが大きくめくれ上がって、こちらに向かって中身が丸見えになっていることに。キャ先ほど男たちに絡まれていた時より、はるかに大きな悲鳴を上げる若菜。俺は、何も見えてないから、と、証明するように両手で顔を覆う。けれど、若菜の怒りは収まらなかった。嘘、見たくせに。見てないって、下着なんて。ほら、見たんじゃない。この痴漢。どさくさに紛れてスカートをめくるなんて。それから、若菜が我に返るまで、俺は振り向くことも許されず、ひたすら背中をポカポカ叩かれ続けたのだった。ごめんなさい。しゅんと肩を落としてテーブルに額がつくほど頭を下げる。若菜の顔は今、熟したトマトよりも真っ赤だ。助けてくれたのよね。それなのに、あんなこと、本当に。もういいよ。誤解が解けたなら。それより、俺はキョロキョロとミヤの店内を見回した。今は開店準備中で人がいないのは当たり前。だが、それにしても随分と静かすぎる。若菜、おじさんとおばさんは？どこかに出かけてるのか。やけに前から若菜ばかり接客してると思ってたけど。いない。2人はいないわ。1ヶ月くらい前から。とても言いにくそうに、若菜はうつむいたまま話し始めた。ある日を境に、おじ夫婦は忽然と姿を消したこと。開店時間になっても出勤してこないのを不思議に思い、2人が住んでいるマンションに行ってみれば、そこはすでにもぬけの殻で、連絡も一切つかなくなって、警察に相談はしたけど、きっと夜逃げだろうって、レジに入っていた売り上げがなくなっていたから。やっとわかった。あの頃もう2人は借金を作っていたんだって。先ほどの男たちは、おじ夫婦の行方を尋ねに来た取り立て屋だった。その見た目からして、あまり褒められた商売はしていない。いわゆる闇金というやつだろう。ヤクザか。いかにもって感じだったもんな。今更ながら、もし逃げられなかったら、と思うだけで、背筋にぞっと寒気が走る。ひとまず、若菜が無事でよかったよ。けど、きっとまた来るよな。どうしてえどうして助けてくれたの？どうしてって。助けるか助けないか。それを考えようとすら思わなかった。だって俺は、すっごくご近所さんだから。実家も店も目の前の幼馴染を見捨てたら、父さんたちに絶対叱られるから。そう。それに、ほら、困った時はお互い様だってよく言うじゃないか。そう告げると、その直後だった。ポタッと、若菜の目からテーブルに涙の雫が落ちたのは。それ、サトシくんのお父さんの口癖よね。そうだっけ？そう。私の両親が、いつも娘がお邪魔してすみませんって謝ると、お父さんは忙しい時は喜んで面倒を見る。困った時はお互い様だからって。父さんが。お母さんもそうだけど、とっても優しい人だった。あの人に育てられて、私が知っているサトシくんだったら、ありえないってわかるはずなのに。ポロポロとこぼれる涙をぐいっと手の甲で拭うと、若菜は再び俺に頭を下げた。ごめんなさい、サトシくん。いや、もういいよ、さっきのことは。違うの。目にいっぱいの涙をためながら、若菜が首を振る。その口から告げられたのは、俺がミヤのレシピを盗んだという事実だった。わかってる。今はもうおじさんたちの嘘だって。嘘？多分、自分たち以外を頼らせないように、孤立無縁にして、自由に操り続けたかったんだと思う。立て続けに両親を亡くして弱っていた若菜に、おじ夫婦は言葉巧みに近づいたそうだ。自分たちに経営を任せておけば、これからも大事な店は守れる。こういう時に頼れるのは身内だけ。
優しい言葉をかけてくる他人は、こういう時だからこそ信じてはいけないと。サトシ君がハンバーグ定食を始めたら、おじさんはやっぱりなって、私に優しくしていたのは、うちのレシピを盗むためだったんだろうって。そんな。確かに、ミヤのハンバーグは、そのレシピを知りたくなるほど美味しい。わざわざ遠方から食べに来るお客も多い。ここの看板メニューだ。だからって、俺がレシピを盗んだなんて、言いがかりもいいところ。俺がハンバーグ定食を始めたのは、父の遺品であるレシピノートにあったからなのに。信じた私がバカだったの。そのせいで、サトシ君にひどい態度をとって。ああ。若菜が急に冷たくなったのは、そんな理由があったのだ。俺は胸のつかえがストンと落ちて、同時に胸の奥からみるみるうちに怒りが湧いてきた。若菜を孤立させた挙句、自分たちは借金を残して夜逃げか。そのせいで、危うく姪がヤクザに連れて行かれるところだったのに、あのおじ夫婦は一体どこで何をやっているんだ。許せない。テーブルの上で拳を握りしめると、若菜は力なく笑った。お金返さなきゃ。若菜が代わりに返してやるっていうのか？身内だからって、そんな奴らのために。だって、今度は営業時間中に取り立てが来るかもしれない。そうなったら、せっかく食べに来てくれた人たちに迷惑がかかるから。こんな時でさえ、若菜が考えるのはお客のことばかりで、ある意味、とても彼女らしい決断だが、返せるのか？ 600 万なんて大金を。貯金なら少しあるから、200万円くらい。全然足りないな。うん。俺の言葉にシュンとうつむく若菜。それを見て、俺は椅子をガタンと立ち上がった。サトシ君？また来るよ。念のため、店の奥に隠れて、鍵もかけているように伝えて。俺はミヤを後にすると、10分後、再び戻ってきた。これ、せめて半分あれば、取り立てに来るのはやめてもらえるかもしれないから。え？俺が差し出した封筒の中を見て、目を丸くする若菜。なぜなら、封筒の中には、100万円の札束が入っていたから。サトシ君、これ。今、銀行で下ろしてきた。俺の貯金、若菜に使ってほしい。そんな、ダメよ。だって。店も大変なのに。そうよ。何せ小野寺食堂には、全くお客が来ないから。毎月の赤字を補填するために、この1年間、サラリーマン時代の貯金を切り崩し続けて、口座に残っていたのは、あと100万円と少しだけ。つまり数分前、ほとんどゼロになったわけだが、困った時はお互い様だろ。あ！ぎゅっと封筒を握りしめて、大きく見開いた目には、みるみるうちに涙が浮かんだ。けれど、もう若菜は涙をこぼしたりしなかった。一旦うつむくと、大きく深呼吸をして、それなら、困ってるサトシ君は私が助けないと。お互い様でしょ？そう言って、ふわりと柔らかく、微笑んだのだった。それから、お客の安全を守るため、レストランミヤはしばらく休業することに。そして若菜も、ヤクザたちに住所まで知られている可能性があるので、確かに、これだけ近くにいるとは逆に考えないかも。ありがとう、サトシ君。ああ。じゃあ、改めて、今日からお世話になります。うん。ペコリと丁寧にお辞儀をしてくる若菜を、なんだか俺はまっすぐに見られなかった。身の安全のため、今日からしばらくの間、俺の実家で一緒に暮らす。そのことを、俺だけが妙に意識してしまって。それじゃあ、早速だけど、私なりにどうすればサトシ君に恩返しができるか考えてみたの。聞いてくれる？そんなの気にしなくていいのに。お互い様だって言ったでしょ？それに私たち、どちらも貯金が底をついてしまうのよ。小野寺食堂を立て直さないと、そう遠くないうちに共倒れです。ビシッと現実を突きつけられて、俺は返す言葉も見つからず、若菜に降参するほかなかった。とりあえず、小野寺食堂に連れて行ってくれる？喜んで。
怖い目にあったばかりだというのに、若菜はすごいな。さすが、おじ夫婦が夜逃げしてからは、一人で宮を守っていただけある。その強さに圧倒されながら、俺は若菜の言葉に従って、一緒に小野寺食堂へ。すると、店内に入るなり、早速、若菜は納得したようにつぶやいた。これは確かに、若菜？この内装を手掛けたのは、もしかしてサトシくん？そうだけど、両親から引き継いだ時には、すでにこの店は経営が傾いていた。それを立て直すべく、俺は素人なりに色々考えて、SNS なども参考にした結果、内装が地味で写真映えしないのも原因じゃないかという考えに至った。そこで、よく写真を撮る若い人たちが来てくれるように、モダンなカフェ風を目指してみたんだ。レンガ調の壁紙を貼ったり、リサイクルショップで探した照明を取り付けたりして。なるほど。ふんふんとうなずきながら、店内を見回す若菜。こうした努力の効果はさておき、素人にしてはなかなかの出来じゃないか。そう思っていた俺は、彼女の感想にも期待したのだったが、そんな思い上がりは、次の瞬間にバッサリと切り捨てられた。だけど、テーブルや椅子は元からあったままなのね。それは予算が足りなくて。なるほど。だからこの空間は写真映えがしないのね。ショックを受ける俺に、若菜はテーブルの上にあるものを指さして見せた。ここも、モダンなカフェ風にするなら、メニュー表や割り箸立てなんかも雰囲気を合わせて変えるべきじゃない？壁や照明と雰囲気がちぐはぐなせいで、どんなテーマで写真を撮ればいいか迷ってしまうわ。そう言いながら、若菜は自分のスマホでカシャッと一枚の写真を撮った。それを見てと俺に向けてくる。うわ、本当だ。カウンターやテーブルの周りだけ、なんだか空間から浮いて見える。こうして見ると気持ち悪いな。でしょ？写真映えを目指す方向性は間違っていなかったと思うけど、それなら細かいところまで徹底しないと、むしろ逆効果になってしまうの。さっきから私も落ち着かなくて、はっきり言うと居心地が悪いの。今の小野寺食堂は。ああ、正直かなりショックを受けた俺だったが、それ以上にはっきり言ってもらえたことが嬉しくもあった。二人の生活がかかっているという以上に、若菜が小野寺食堂のことを真剣に思ってくれているのが伝わってきたから。私にとって小野寺食堂は思い出の場所なの。いつも両親は忙しいし、サトシくんは他の友達と遊ぶこともあったでしょ？そんな一人ぼっちの時は、決まってこの店に来たわ。サトシくんのお父さんとお母さんが必ず笑顔で迎えてくれたから。知らなかった。そうだったのか。とても温かい場所だった。確かに派手ではないし、写真映えもしなかったかもしれないけど、今でもはっきりと覚えているわ。以前の小野寺食堂を。不思議ねと若菜が微笑む。ようやく俺は間違いに気づいた。自分だって学校で嫌なことがあるとまっすぐ帰宅せずこの店に寄ったのに、両親がお帰りと笑顔で迎えてくれたこと、それと合わせて素朴な以前の内装もはっきりと覚えている。いつもほっと心が安らいだ理由は両親の顔が見られただけではなかったのだ。この店に入った時、お客さんが落ち着ける場所にしたいな。前みたいに。それなら私に任せてくれない？え？写真映えも、それは別のところで狙いましょう。次は食材の在庫を見せてもらえる？仕入れコストを削れるところは削って、その分値段を抑えられれば。大丈夫そう。それから。やけに具体的な案がスラスラ出てくると、俺はあっけに取られながら店中を案内したのだったが、その理由は後ほど明かされることになる。若菜の手によって小野寺食堂が生まれ変わった後に。目を引く派手さよりも、以前の小野寺食堂にあった安心感をメインにして、
一緒に清潔感も大事にしてみたの。どうかしら。そう言いながら、こちらを若菜が振り向く。けれど、俺は言葉も出なくて、ただ唖然として店内をぐるりと見渡した。すごい。若菜のアドバイスのもと、二人で壁紙を貼り直したり、インテリアを選んだりした結果、わずかにクリーム色がかった白い壁は、昔から使っているテーブルや椅子と見事に調和していて、さりげなく置かれた観葉植物や、天井から下がる和紙のランプシェードは、ふと目に入るたびに穏やかな気持ちにさせてくれて、小野寺食堂は以前のちぐはぐな印象の内装から大きな変貌を遂げた。両親の頃よりさらに心がほっと安らぐ空間になったのだ。若菜、すごいよ。すごくいい。ありがとう。実は、インテリアコーディネーターの資格を持っているの。こうして活かせて私も嬉しい。そう言ってにっこり笑う若菜だったが、この後、俺の知らなかった事実が次々と明らかになる。写真映えのことだけど、料理の盛り付けをこうすれば、ほら、前よりも美味しそうに見えない？確かに。私、フードスタイリスト。テレビや雑誌の撮影で料理の見栄えが良くなるように演出する仕事についても勉強したことがあって、資格も持ってるの。料理そのものもやけに手際がいいような。大学に行きながら、夜は調理師の専門学校に通っていたから。こんなに仕入れの無駄を削れるなんて。簿記2級を持っていて。若菜は俺が知らない間にとんでもない人物に成長していた。大学で経営学を学びながら、同時に経営や料理に関する資格、スキルを数多く習得して、店を継ぐ前は飲食店専門のコンサルティング会社で働いていたの。いつかそこで得た経験や知識が役に立つかと思って。そこまで。どうしてとは聞くまでもなかった。ここまで若菜が努力したのは、すべてミヤのため。代々受け継いできた店を彼女の両親と一緒に守っていくためだったのだ。まさかこんな形で活かせるなんて思ってもいなかったわ。もう両親がいない分、せめて小野寺食堂の役に立てたら。若菜はどこか寂しそうに笑ったけれど、そんな言葉に対する答えはリニューアルオープン後すぐに返ってくる。なんか雰囲気いい感じじゃない？見た目ボロい定食屋だったのに変なの。店に入ってきた若い女性たちが笑いながらカシャカシャと写真を撮りまくる。そして注文された親子丼を運んでいくと、二人のテンションはさらに上がった。なんかキラキラしてない？卵のところとか。わかる。超綺麗。普通の親子丼なのに。若菜に教わった盛り付けテクニック。それに位置が計算されたランプシェードの効果だ。見た目を少し変えると、美味しい料理はもっと美味しそうに見える。と、若菜が言った通り、何の変哲もない親子丼を女性たちは写真に収めつつ、最後まで笑顔で完食してくれたのだった。そんなことが、その後も何度か続いて、口コミで話が広まったのだろうか。一昨日が5人なら昨日は6人、今日は7人と、徐々にだが、客足は増えていって。すいません。こっちの料理まだですか？はい、ただいま。いつしか、俺一人では手が足りないほどに、以前からは考えられないほど、小野寺食堂は毎日お客で賑わう店になったのだった。本当に、私はお店に出てなくていいの？閉店後でくたくたの俺に、温かいお茶を差し出しながら、エプロン姿の若菜は心配そうな顔で訪ねてきた。ここにいてくれた方が安心だから、それに若菜にはもう十分すぎるくらい働いてもらってたよ。あれから約1ヶ月後、あのヤクザたちは再び姿を見せていないけれど、若菜のような美人が店員として働き始めたら、きっとお客の間で話題になる。写真がネットに上げられて、ヤクザたちに居場所を特定されたら、と考えて、若菜には、なるべく日中は俺の実家で過ごしてもらうことにしたのだ。店にいる間、ここの掃除や洗濯もしてくれているし、最近は特に助かるよ。本当にありがとうって言葉じゃ足りないくらい
感謝してる。そんな、私なんて。ふと、その表情が曇って、若菜はうつむきがちに、ぽつりとつぶやきをこぼした。たくさん勉強したくせに、守れなかった人間なのに。若菜。私、本当はほっとしたの。ミヤを休業できて。え？ここで、若菜の口から語られたのは、順調に見えていたミヤが、実は客足の減少に悩んでいたという、思わぬ事実だった。おじさんたちよ。食材の仕入れ先を、いつの間にか勝手に変更していたの。脂身ばかりで質の悪いお肉や、新鮮さの全くない野菜なんかを、安いって理由だけで買い付けて、父が残したレシピで、おじさんはひどい出来の料理ばかり作っていた。おばさんは、それを笑顔でお客様に。もちろん私も。二人に心を支配されていた若菜は、それに気づくのが遅れた。その時にはすでに、店の実験までも支配されていて、自分たちがいなかったら、とっくにミヤは潰れている、という言葉を疑うことなく、経営はすべて、おじ夫婦に任せていたそうだ。彼らが借金を作って、失踪する前日まで。一人になってから、たまたまネットの口コミを見たの。すごくショックだった。ミヤ自慢の料理が、特に父のハンバーグが散々に酷評されていて、そこでやっと目が覚めたの。とっくに常連のお客様は誰もいなくなっていたけど。その声に滲むのは強い後悔だった。ミヤのため、懸命に勉強してきたものを何一つ活かせなかったことが悔しいと。そんな若菜の苦悩に俺も全く気づいていなかった。ずっとすぐ近くで見ていたのに。小野寺食堂は変わっていなくて、すごく嬉しかった。え？サトシくんのお父さんたちがサービスで食べさせてくれた時のまま、あの時と全く同じ料理をサトシくんが作っているなんて、そんなお店のお手伝いができて、すごく嬉しい。二人は、ちゃんとサトシくんの中で生きているのが伝わってきて。俺の中で、突然いなくなってしまった二人には、もう二度と会えない。けれど、二人から受け継いだものは、小さい頃から慣れ親しんだ料理の味や、お客を笑顔にしたいという気持ちは、これからも俺の中から消えたりしない。それは、自分の中で二人が生きている、ということだと。若菜の言葉で、俺は初めて気づいたのだった。そうだよな。ありがとう若菜。一年経ってようやく、もう両親がいないことを、きちんと受け入れられた気がした。俺がうなずくと、ようやく若菜も笑顔を見せて、コップが空なのを見つけると、座っていた椅子を立ち上がった。お茶、もう一杯どう？持ってくるわ。あ、俺が自分で。ほぼ同時に俺も立ち上がって手を伸ばす。すると、二人同時にコップを掴もうとしたせいで、お互いの指先がわずかにコツンとぶつかった。あ、ごめん。うん。それはほんの一瞬だけの出来事だったのに、妙に気にしてしまって、俺はなんとなく若菜から目をそらした。すると、それは若菜も同じだったようで。私こそごめんなさい。気まずそうに、そっと背けた顔は、耳まで真っ赤になっていたのだった。ねえ、サトシくん。あ、はい。私。ショートカットの髪を、そっと真っ赤になった耳にかける。その何気ない仕草が、なぜか妙に色っぽく見えて、こんな美人と俺は1ヶ月も二人きりだったのか？一旦意識するともうダメだった。寝室が隣同士だとか、同じバスルームを使っているとか、俺の下着まで若菜が洗濯してくれているとか、今まで意識しないようにしていたことまで、すべて一気に意識してしまって。もう少し、このお家にいてもいい？やっぱり怖くて。もちろん。ありがとう、サトシくん。すると若菜はいきなり俺の方に向かってきて、ちゃんとお返しするから、体で。耳元でそんなことを囁いたものだから、ドキッと、俺は聞いたことがないほど大きな音が心臓のあたりから聞こえて、その音のせいで、驚きのあまり心臓が止まるかと思った。まずは、今日のお洗濯を済ませてくるわ。
その後に晩ご飯だから、サトシくんもお風呂に入ってきて。ああ、体ってそういう意味。そのつぶやきが若菜に届かなくてよかったと思う。もし届いていたら、きっとバレていたはずだから。俺がずっと前から若菜を女性として意識していることが好きなんだよ。もう20年も前から。ありがたいことに、小野寺食堂は翌日も大賑わいで、俺はキッチンとホールをぐるぐる往復しながら、どうにか大勢のお客に対応していた。ハンバーグ定食3つお待たせしました。ありがとうございました。またお越しください。まさに目も回るような忙しさ。けれど、もうすぐランチタイムのピークも過ぎるはず。そんな油断をしたその時だった。うっかり手が滑って飲み残しの味噌汁でエプロンを汚してしまった。そしてタイミングの悪いことに洗濯した予備のエプロンを忘れたことに気づいて、どうしよう。お客を放って帰宅するわけにはいかない。けれど、汚れたエプロンで接客するのも失礼だ。とすると、若菜に電話して持ってきてもらうか。いや、ダメだそれは。ふと頭に浮かんだ顔を首を振ってかき消す。この間にもお客はどんどん来るし、注文も溜まっていく。どうすれば。連日の疲労もあって、俺はパニックで頭を抱えたくなった。ところが、その時だった。サトシくん。サトシくん。誰かが俺を呼んでいる。まさか。急いで裏口のドアを開けると、そこには、やはり、若菜が立っていた。どうして、あいつらが近くにいたら一人じゃ危ないだろ？ごめんなさい。でもこれ。若菜は、俺が忘れたエプロンを持ってきてくれたのだった。自分自身も別のエプロンを身につけて。ここまで来ちゃったんだもの。手伝っていくわ。いいでしょ？でも。はい、急いで。外に行列もできてるんだから。若菜にせき立てられて、俺は少し不安に思いながら、キッチンに戻った。おい、まだかよ。遅いな。もう帰るか？待たされていたお客たちは、少し苛立った空気を漂わせていたが、お待たせしてすみません。ただいま、順番にお料理をお持ちしますね。若菜が弾けるような笑顔で呼びかければ、すぐに空気は一変。誰も態度を荒げることなく、静かに料理が来るのを待って、和やかな雰囲気のまま、ランチタイムは平和そのもので過ぎていった。こうして俺は、若菜のおかげでピンチを乗り切ることができたのだった。この時は、そう思っていたのだが。こんなところにいたのか。若菜、探したぞ。宮が閉まっているんだもの。何かあったのか心配したのよ。その二人は、店で休憩中に突然やってきた。準備中の札を下げた戸をガラガラ開けて、ずかずかと上がり込んできたのは、もう2ヶ月も前に夜逃げしていた若菜の王子夫婦だった。おじさん、おばさん、どうして？呆然とつぶやく若菜に、二人はニコニコと笑顔を浮かべて告げたのだった。思わず、俺が耳を疑うような言葉を。いやー、実はあれから事業に失敗してしまってな。いくらか困っているおじさんたちに都合してはくれないかと。知ってるのよ。あなたが私たちに内緒で貯金していたの。確か200万円くらいだったかしら。さーっと若菜の顔から血の気が引くのがわかった。そんな彼女を背中でかばうように、俺は向かい合う3人の間に割り込んだ。出て行ってください。なんだ、確か、サトシ君だったか。君には関係ない話だよ。邪魔をしないでくれないか。ここは俺の店です。誰を追い出すも、誰を守るも、俺の自由ですよね。サトシ君。声を震わせて、若菜がぎゅっと俺の背中にしがみつく。こんなに辛い思いを、彼女が、長年思いを寄せる女性が味わわされて、腹が立たないわけがない。無然とする目の前の二人を、俺は強く睨みつけた。出て行ってください。そしてもう二度と若菜に関わるな。盗んだ売り上げを若菜に返して、借金も自分たちで払え。それができないからこうして頼んでいるんだろうが。一文なしなんだよ、こっちは。散々面倒を見てあげたんだから、若菜には私たちに恩返しをする責任があるのよ。よく見れば薄汚れた格好で、
声を荒げるおじ夫婦。すると、その声につられて、さらなるピンチが舞い込んできた。おい、こっちから声が聞こえたぞ。あの夫婦じゃないか。この店か。邪魔するぜ。騒がしい話し声とともに、ガラガラと戸を開けて、中を覗き込んできたのは、なんと先日、借金の取り立てに来たヤクザたちだった。あそこのやつ、こないだの俺らの邪魔をしたやつだよな。一番リーダー格らしい男が、鋭い眼光でこちらを睨む。ギクッと、思わず背筋を伸ばした俺を、他の男たちがニヤニヤと笑いながら、舐めるように、じろじろと眺めます。背後の若菜が、一段と怯えるのが伝わってきたので、出て行ってください。全員。なけなしの勇気を振り絞って、俺は両手を大きく広げた。へえ、やるな、こないだから。もしかして俺らを舐めてんのか？借金をした二人はそこにいるじゃないですか。さっさと連れて行けばいい。でもな、さっき一文なしだって聞こえたし、本人たちが返せないってんなら、やっぱり身内が返すほかないだろうが。いや、若菜。俺の肩越しに男が若菜に向かって手を伸ばしてきて、背後で悲鳴が聞こえるや、俺は反射的に振り向いて、若菜を守るために抱きしめた。その瞬間、この店は、とても低い、どこか凄みのある声が外から聞こえたと思ったら、また別の人間が開いていた入り口から中に入ってきた。おい、この店は、小野寺食堂で間違いないか？え？その問いかけに、恐る恐る顔を上げると、目の前には、思わずぎょっとするような男性が立っていた。ほぼ2メートルくらいはありそうな、天井に頭がついてしまうかと思うほどの長身。縦だけでなく、横にも大きくて、まるで悪役プロレスラーのようにがっしりとした体格が、着ているスーツの上からもわかる。髪はきっちりオールバックに撫でつけ、太い眉毛の下からよこしてくる眼光は、先ほどの男のものが生優しく感じる迫力だ。一目で、俺たちとは住む世界が違う人間だと分かった。すると、お疲れ様です、親父。ヤクザたちは、その男性に向かって一斉に頭を下げるではないか。しかも、彼を親父と呼んで。どうなんだ？この店は小野寺食堂なのか？はい、そうです。これまでで最も緊張しながら、俺はコクコクと何度もうなずいた。すると、親父さん、おそらく、ヤクザの親分である男性は、バカ野郎が。ゾッとするような、とても低い声でつぶやいて、ぎろりと、男たちを遥か上から見下ろした。くれぐれも無関係な方々には迷惑をかけるなって、あれほど言っておいただろうが。しかも、よりによって小野寺さんに、なあ。すんません。すんません。勘弁してください、親父。真っ青な顔でペコペコと頭を下げる男たち。そんな彼らを無視して、親父さんは店内を見渡すと、ここに、小野寺さんというご夫婦がいらっしゃるはずだが、あんたは？先ほどよりは、少し柔らかい声色で尋ねてきた。はい、息子です。両親は、1年前に、事故で。亡くなったと？親父さんの細い目が、一瞬だけ大きく見開かれる。そして、スーッと、一筋の涙が流れ落ちたのだった。私は、権田というものだ。見ての通り、世間様には疎まれ、今の時代には大きな顔をできないような仕事をやっている。そんな者どもが急に押し入って、驚かせたな。いえ。ああ、その顔、よく似ている。あんたは奥さんにだな。名前は？俺は、サトシと言います。サトシくんか。いい名前だ。まるで懐かしむように、細い目をさらに細めて、権田さんは静かに語り始めた。今から8年前、俺の両親に助けられた思い出を。ちょいと、仕事で失敗してな。仕事相手からボコボコにされて、命からがら逃げ帰ってきて、たまたまこの通りにたどり着いた。あの時もこんななりだったもんで、当たり前だが、
誰もが見て見ぬふりをして、そそくさと通り過ぎていったよ。だがな。俺の両親だけは、権田さんに手を差し伸べた。この店に招き入れて、怪我の手当てをしてあげたそうだ。そして、まだ新しかった店の中で、こんな人間に飯を食わせてくれたよ。本当にうまかったな。あの時のカツ丼は、きっと、ただ飯を食わせる余裕なんかなかっただろうに。はい。8年前といえば、両親が小野寺食堂をオープンさせた年だ。もちろんお客なんて来ないし、なけなしの貯金をはたいた後だったので、他人を、それも、見ず知らずのヤクザを助ける余裕なんてなかったはずなのに、それでも助けてしまうのが、俺の両親、揃って底抜けのお人よしな2人だった。困った時はお互い様だからってな。それから、組じゃなくて、会社で偉くなってからも、2人のことは片時も忘れられなかった。いつか必ず恩返しをしたい。だが、こんな人間が近寄ったら、かえって迷惑をかけるんじゃないかと。悩んでいるうちに8年も経ってしまった。まさか、こんなに早く亡くなるとは思わずに。権田さん。そこでふと思いついて、俺はキッチンに向かうと、隅に飾っていた写真を手に、再び戻ってきた。まさにあのご夫婦だ。笑顔の両親を前に、権田さんは声を上げて泣いた。助けていただいて本当にありがとうございました。恩返しができず、申し訳ありませんと。その様子を部下のヤクザたちは目を丸くして見つめていた。すまなかったな、サトシ君と、後ろのお嬢さんも。我々は帰るよ。そこの2人を連れてな。涙をぐいっと乱暴に拭った権田さんは、俺たちに謝ると同時に、店の隅にじろりと視線を送った。そこにいたのは、ほとんど気絶したようにほうけていた、若菜の王子夫婦。揃って、はっと我に返り、怯えたような悲鳴を上げた。やだ。若菜、助けてちょうだい。家族でしょ。若菜は、しばらく無言でじっと2人を見つめていた。そして、お互い様ね。は？困った時に助けてもらったら、お互い様だから、その人のことも後で助けてあげたいと思うのが当たり前。そうですよね。そうそう。助けてあげたでしょ？大変な時に。ええ。だから同じです。は？大変な時に見捨てたら、自分も大変な時に見捨てられてしまうかもしれない。そうは考えなかったんですか？おじさん、おばさん。よく言った、お嬢さん。若菜の言葉に、権田さんは膝をパチンと打って、部下の男たちに、おじ夫婦を捕まえるよう命令した。金を借りた奴がいれば、返して欲しい奴がいるのも当たり前。借りた金は借りた奴が返すのだって、もちろん当たり前だ。そうだろう。はい。ヤクザたちに身柄を抑えられ、権田さんに至近距離で凄まれて、青を通り越して真っ白になった顔で、おじ夫婦は今度こそがっくりと気絶。そのまま、店の前に止まった黒塗りの車へと引きずられていった。これは、自分たちの仕事をしただけだ。迷惑をかけた詫びと、小野寺さんへの恩は、これから返していきたいが、これからは、あんたらを守らせてもらってもいいだろうか。もちろん陰ながら、こっそりと。はい。そうか。なら、もう一つ。今度は客として、飯を食いに来てもいいか。その言葉に、俺がもちろんですと頷くと、権田さんは安心したように、嬉しそうに顔をほころばせた。ありがとうよ。じゃあ、また。片手を上げて、権田さんが乗り込む。それと同時に、車はあっという間に走り去っていった。ハンバーグ、好きじゃないかしら。ようやく二人きりになると、若菜はぽつりとつぶやいた。とっても嬉しそうだったから、あんな顔が私も見られたらなって、自慢のハンバーグで。それって。俺が見つめると、若菜も俺の顔を見つめ返してくる。ずいぶん長く休んじゃった。みんな忘れていないかしら。レストランミヤのことを。大丈夫だよ。みんなきっと待ってるから。
またミヤの料理が食べられるのを。サトシ君は？え？いいの？その真剣な眼差しから、若菜の言おうとしていることが伝わってきた。ミヤが再オープンすれば、二人で過ごす日々にも終わりがやってくる。それで本当にいいのかと。俺は、その後、若菜の叔父夫婦は、元々の600万円に加えて、逃げ回っていた間に増えた利子も追加で請求されたらしい。しかも権田さんは、他の金融会社からも夫婦の債権を買い取っていて、最終的に借金額は、なんと合計で1億円近くに膨れ上がってしまった。とても返せるわけがないと開き直った二人は、権田さんに稼げる仕事を紹介してもらったという。職場は海か山か。とにかく非常にきつい肉体労働の仕事を。若菜の銀行口座には、時々まとまった金額が振り込まれる。どこにいるかは不明だが、今のところ二人は元気に働いているようだ。そして、俺と若菜は、ありがとうございました。お待たせしました。どうぞ。出ていく客を見送る声と、行列に並んでいた客を呼び込む声が、道路を挟んで同時に響く。あれから、レストランミヤは無事に再オープンを果たした。初日には待ちわびていたファンが、どこまでも続く長い行列を作って、若菜は涙ぐみながら、それでも笑顔で接客に駆け回っていた。今は食材の質にも徹底してこだわり、味が落ちる以前よりも、さらに美味しくなったと、口コミでも評判だ。一方の俺も、小野寺食堂を順調に経営している。時々ちょっと見た目が怖い男性客が来店して、他のお客を驚かせるけれど、とても嬉しそうな笑顔を浮かべながら、大盛りのカツ丼を何杯も平らげる様子は、だんだん店の名物になりつつある。彼が来る日は、店の前にゴミがポイ捨てされることも、理不尽なクレームを入れられることもないので、ぜひ今後ともごひいきにしてほしいと思っている。サトシ君、ちょっと見てほしいものがあるんだけど。ある日の休業日、実家で休んでいた俺を一冊のノートを持った若菜が訪ねてきた。若菜、それは。片付けをしていたら見つけたの。父が使っていた日記帳みたいで。サトシ君、ここを読んでみて。優しく微笑みながら、あるページを指さす若菜。そこには、私のせいで、小野寺に夢を諦めさせてしまった。若菜のお父さんの字で、そんな書き出しから始まった手記には、かつて、レストランミヤの経営がピンチを迎えた際、父が経営資金を貸したことが記されていた。その経営資金とは、実は父が自分の店を持つために、苦労しながら積み上げた貯金で、若菜のお父さんが困っていると知るや、全く迷うことなく差し出したのだという。金ならまた貯めればいい。困った時はお互い様だからって、父さんらしい。そうね。顔を見合わせて苦笑した俺たちだったが、さらに読み進めると、それはまさにお互い様の物語だったことを知る。ここにあるレシピは、小野寺の息子、サトシ君のために。え？急に自分の名前が出てきて、俺はドキッとした。そのページには、子供向けらしいおかずやデザートのレシピがいくつも書き残されていて、そのどれも、とても苦労して考案したのが伝わってきた。そうだ、思い出した。母さんが言ってたのを、雨宮さんに感謝しなきゃねって。俺は幼い頃、両親も手を焼くほどの偏食で、体も弱かった。けれど、ある時を境に何でもよく食べるようになり、体も丈夫になって、それは若菜のお父さんが俺でも楽しんで食べられるようなレシピを考案して、父に教えてくれたからだった。その次は私が寂しくないように、いつもサトシ君のお父さんたちが見守ってくれた。目に涙を浮かべて、若菜が声を震わせる。そう。俺たちの父親は、お互いに何度も助けては、その後に必ず助けられてきた。最後は、小野寺食堂のオープンを決めた父に、若菜のお父さんが秘伝のレシピを提供してくれるまで。ハンバーグ、父さんのレシピ帳にあった。あのレシピは、若菜のお父さんがプレゼントしてくれた、
父さんへのお祝いだったんだな。きっと、お礼でもあったと思うの。レストランミヤとハンバーグのレシピを守ることができたのは、サトシくんのお父さんのおかげだから。溢れてきた涙を若菜がそっと指で押さえる。今やハンバーグ定食は小野寺食堂一の人気メニューだ。父の親切が巡り巡って今の俺を助けてくれている。そしてそんな俺は若菜を助けると同時にまた若菜にも助けられてお互い様だな。ええ。それはなんて温かい言葉だろうか。思わず胸がいっぱいになって俺も熱いものがこみ上げてきた。片付け順調に進んでるみたいだな。俺も何か手伝おうか。平気よ。もう少しだから。私だって頑張らないわけにはいかないわ。俺はこれからも若菜と一緒に暮らしたいなんて言われちゃったら。そう言って若菜がいたずらっぽく笑うから、俺は急に照れくさくなってポリポリと頬をかいた。待ってるよ。20年もかかったんだから、少しくらい遅くなったって。一旦自身の実家に戻った若菜は、また戻ってくる予定だ。彼女が、両親の遺品を片付け終えたら、俺たちは再び一緒に暮らし始める。きっと、今度はいつまでも。やっぱり、俺も手伝うよ。片付けるの。終わったら、若菜に受け取ってほしいものがあるから。やがて俺たちは、お互いの父の夢を叶える。一つは、自分たちの店同士が力を合わせて共に成功すること。人手が足りないときは、お互いのスタッフを派遣し合ったり、時には一緒にレシピを考案したりと、小野寺食堂とレストランミヤは、二人のオーナーが力を合わせながら、共に評判を高めていくことになる。そして、もう一つは、お互いの子供が、どちらも幸せになることだ。俺は今、すごく幸せだけど、若菜は？もちろん、私も。ウェディングドレス姿の若菜が、にっこりと満面の笑みを浮かべる最高に綺麗で、そして幸せそうな今日の姿を、きっと天国でも見ているはずだ。ありがとう。たくさんのお互い様が、俺たちを幸せに導いてくれたから。俺は空を見上げて、そっと思いを伝えるのだった。誰かに親切をするとき、どうしても人は見返りを求めてしまうもの。けれど、たとえ今は帰ってこなくても、もう親切なんてしないとは思わないでほしい。この先のどこかで思ってもみなかった形で自分に返ってくるかもしれない。もしかしたら、もうすでに、たった今感じている小さな幸せが、いつかの自分のおかげかもしれないから、困った時はお互い様。父の口癖は、今度は俺の口癖になっていくはずだ。口にするたび、温かい気持ちになれる言葉だと、俺はもう知っているから。